テキラドテジョンです。今回はね、チャレンジやっていきたいと思います。6月頭のね、チャレンジということでね、今回はね、ロイヤルチャンピオンのね、チャレンジになってるんですけども、ちょっとね、タウンホール16じゃない方からするとね、慣れてないヒーロー装備だったりとか、難しく感じるところもあるかなというようなチャレンジになっておりまして、まだね、先行で使われてないロイヤルチャンピオンのね、新しいギアを使うことができます。どういう能力を持ってるのかっていうと、先にね、これ見といた方がいいかなっていう感じ。ブーメランと、新ギアがくっついてるわけなんですけど、ロイヤルチャンピオンがね、遠距離から槍を投げることができます。これを使って、今回のチャレンジは攻めていくわけなんですけどもって感じなんですね。この能力がついてるので、ロイヤルチャンピオンは単独で使ってほしいよっていうようなね、このフェニックスまでね、ご丁寧につけちゃって、そういう意図なんじゃないかなということでね、僕は今回、ロイヤルチャンピオン単独で使わせるようなプランを組んでおきましたので、またね、ちょっとね、実際リプレイ見ながら喋りますか。早速やっていきましょう。はい、というわけでね、やっていきたいんですけど、まずはね、クエイク2発をね、先打ちで置いていきましょう。このね、インフェルノタワー4発、ガガガガガ。反対サイドも同じように4発、インフェルノにね、当たるようにしておくと、なんとこれね、ロイヤルチャンピオンの能力ではなくてですね、キングの方のね、スパイクボールがくっついてまして、スパイクボールでね、インフェルノ全部折ることができます。これがめちゃめちゃ気持ちいいと。で、この配置ね、このリクスケルトンがね、あそこの場所だけにあるので、先に釣っておくのと、ここ大工をアーチャーでカットします。で、タイタンがターゲット入らないようにアイゴレでタゲ取って、このアイゴレは結構適当にぶん投げていくんですけど、はい、ここで能力解放すると、ドカドカドカンと上までね、綺麗に切れていきます。これね、めっちゃ強いね。で、オーバーグローはね、タウンホール隠す目的でいいのかな、みたいな感じで使っていくんですけど、これキングの方がね、フェニックスもついてないっていうところと、序盤でね、能力を割いちゃうので、そこそこ、すぐ死んでしまうような使い方にはなっていくんですけど、それでもやっぱジャイアントガントレットっていうね、能力でね、やっぱ、タンクをしてくれるので、結構強いっすね。で、クイーンがクロークを使いましたぐらいで、ホグライダーを同時スタートしてあげると。で、12時の方にロイヤルチャンピオン出してます。で、ここをストライカーとかスニゴブとか入れて、一気のトームを目指していくような感じですね。これクイーンも巻き込みたいっていうイメージです。はい。クイーンも一緒に。ロイヤルチャンピオンはね、初手能力解放でお願いしますね。初手能力解放フェニックス付きだと、この12時サイドのところを大きく削ることができます。特にね、12時サイド、あそこなんか3連巨爆だか4連巨爆だかね、めちゃめちゃ罠が固まってて、ヒーリングトームじゃないんですよ、これ、ウォーデンが。っていうのもあってですね、なかなかちょっとね、厳しいです。ホグパートで潰すのは厳しいので、で、ここはね、フリーズとヒールを1枚ずつタウンホールのために残しておくと、背景の方もね、ウエスタンのなってますね。で、最後、このとどめのフリーズヒールをかけてあげてフィニッシュという形になりますね。はい。基本的な流れとしては、これがかなり再現性も高かったので、おすすめしますと。もう一回ね、今のアタックの再放送ではなく、この次のアタックそのまま続けて攻めてみたアタック。微妙にだから展開変わるんだけど、再現性高いよということの証明になるかなっていうところで、さっきと違うのは先にホグからスタートしますね。で、リクスケルトン釣って、クエイクいらしてさっきと同じところで、今回ちょっとタウンホール起動させてしまったと。それぐらいなら誤差かなっていうところで、停止もせず続けていくような形で、で、ウォールブレーカー開けて、タイタンでリクスケだけ勝利して、で、さっき同様、アイゴレでまずはターゲット拾って、アイゴレ、キングクイーン、下の方もアーチャーターゲット取って、で、ここ、はい、どんどん。これめちゃくちゃ強いね、スパイクボール。超強くないこれ。で、援軍に対してポイズン。リクスケ釣ってあげるとね、こんな感じでリクスケルトンに、今回の僕の選んでるルート上では、リクスケあんま引っかからない位置なんだけど、先に処理できるもんはね、釣っといた方が自己率も減るかなっていうところで、後でちょっと捕まってもめんどくさいんでね。で、クイーンクローク、同じように、ボムター潰れてからっていうのが理想かな。違う角度からやるとね、結構、あれもかかっちゃうんだよね。トラップとかもかかっちゃうんだよね。あれこの人、ロイヤルチャンピオン能力押してなくないですかこの人。見てください。ロイちゃんなんかボコボコに削られてんだけど。この人、ロイちゃんの能力使い忘れてませんか？俺、もしかしてさっきも忘れてた俺。ワンチャン。これ使い忘、ホグヘイストのノリで使い忘れてるかなもしかしてさっきのアタックも。俺気づいてなかったけど俺押してない可能性あるわ。
だったらもっと余裕じゃない。やらかしてますね。やらかしていけるなら、もはや、ロイヤルチャンピオンにフェニックスついただけの存在だった説。皆さんはこれね、最初に使ってくださいね。ロイちゃん出した瞬間に押してください。これガチでやらかしてるな。気づかなかった、ここ見て。そうなんだよね。新しいギアってそういう風に使うあれがないからさ。そういう習慣がないからさ。めちゃめちゃミスプレイやん、これ。でも反面教師になっていいかもしれないね。それでも全開が取れると。かなり余裕かなと思います。はい、というわけでね、ロイヤルチャンピオンの能力を使い忘れるというね、珍事件は発生しましたが、十分強い色パートと、ホグパートになってるのかなって感じですね。違う入りからももちろん試してみた結果なんですけど、違う角度からいくとね、バネドロアップが敷き詰められてて結構厳しかったり、意外とね、ホグの方がすぐ死んじゃうよってこともね、結構あったりするので、はい、これがね、ヒーリングトームではなく、ライフオーラのライフジェムとエターナルトームかなこれがついてるのでっていうところですね。で、この辺に巨爆も固まってるので、そこをロイヤルチャンピオン単独で潰してあげて、みたいなことを考えてのプランニングではあったんですけど、はい。比較的ね、シンプルなプランを組んでいきました。ウォールブレーカーもね、1枚しかこのやり方だとね、使わないので、どっかもうちょいね、いいところにもう1枚使ってあげるとかもありかもしれないですね。というわけでね、今月はね、ウエスタンがモチーフになりつつ、ロイヤルチャンピオン新ギア登場というようなチャレンジでした。チャンネル登録、高評価でシェアしてまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。